どうもこんにちは。ホビーチャンネルむさしです。引き続き RX7 の制作になります。シャーシと内装の制作です。前回仮組みしたシャーシをばらしていきます。剥がせる接着剤で仮組みしていますが、接着剤がベタベタしていて剥がすのに苦労しています。他に仮組みに適した接着剤があるようでしたら教えていただけると助かります。タイヤが奥に引っ込むように改造していきます。ブレーキキャリパーの接着箇所を削り込んで2ミリほど奥へ引っ込むようにしました。マスキングテープを2ミリ幅で切ってガイドにしました。マスキングテープの上から塗装してテープの跡を頼りにレーザーソーで切り取ります。真鍮パイプでマフラーエンドを作り直します。マフラーを真鍮パイプで作り直すと完成した時に全体がシャープな印象になります。シャーシを塗装していきます。シャーシの塗装は適当です。本来はボディ色で塗るところを面倒なのでセミグロスブラックで塗ってしまっています。細かいところの塗り分けは筆で行います。塗り分けた足回りを組み立てていきます。説明書をよく確認して向きを間違えないように接着していきます。ちなみに私は2回ほどパーツの向きを間違えてしまい接着をやり直しました。ブレーキディスクはタイヤが奥に引っ込むように接着部分の位置決めのダバを削ってしまったので、楊枝を刺して中心が出るようにしながら接着しました。逆側も同様に組み立てます。組み立てた足回りをシャーシに取り付けます。ドライブシャフトがずれていたので、接着剤が固まるまで楊枝を刺して固定しておきました。ブレーキキャリパーを塗り忘れていたので筆で塗っています。筆が入るところで助かりました。忘れないうちにフロントのブレーキキャリパーも塗っておきます。フロントの足回りを組み立てていきます。向きに注意しながら接着していきます。マフラーを取り付けます。マフラーをボディに取り付ける箇所は覗き込むと見える箇所なので艶消し黒で目立たないように塗装しておきました。タイヤはブレーキディスク側を削り込んだためにそのままだとホイールの支柱が長すぎてしまうので切り詰めて調整しています。タイヤにはバリがあるので紙やすりで鳴らしておきますが地味に大変です。20分ぐらいかかりました。組み立てた足回りにタイヤを取り付けます。ポリキャップに押し込む形になりますが、少し力を入れないとはまってくれません。シャーシにボディを仮で取り付けて、状態を確認します。まあ、だいたい良さそうです。これ以上の調整は作り直しになってしまうので、これで良いことにしておきます。内装を組み立てていきます。同じ色で塗装するパーツは両面テープで適当なものに貼り付けていっぺんに塗装します。写っている持ち手はコピー用紙を折って棒状にしたものです。
メーター類のデカール貼りです。マークセッターを塗ってデカールを置きます。位置を調整し、綿棒で余計な水分を吸い取りながら押し付けていきます。さらに上からマークソフターを塗ってデカールを柔らかくし、乾いた時により密着するようにします。水転写デカールを水だけできれいに貼るのはとても難しいと思っています。水だけだと密着せずにわずかな浮きが発生し、シルバリングや剥がれてしまう原因になります。スイッチを指定に従って赤く塗りますが、白く塗ってからエナメルのクリアレッドで筆塗りしました。シートの側面の凹凸は、モールドなのかバリなのか判断に迷いましたが、成形状のバリだと判断し、デザインナイフでのカンナ掛けとスポンジやすりできれいにしておきました。内装の布地部分に鉄道模型用の粉を使ってディテールアップしました。コツは茶こしを使って均等に振りかけることです。指では多く振りかかるところとそうでないところができてしまい、うまくいきませんでした。内装の塗装です。まずシート部分をグレーで塗りました。グレーを残したい部分にマスキングゾルでマスキングします。マスキングが終わったので、セミグロスブラックで塗装します。マスキングゾルを剥がしていきます。隙間に入り込んだマスキングゾルもきれいに剥がしますが、なかなか取れません。出来はいまいちです。剥がすことに躍起になって、塗装も一緒に剥がしてしまい、汚くなってしまいました。墨入れでごまかします。墨入れ塗料をたっぷり塗って、多めに拭き残せば目立たなくなります。リアシートも同様にマスキングゾルを剥がしていきます。墨入れでマスキングゾルでできた境目の汚さをごまかします。内装のパーツを取り付けていきます。
ダッシュボードを取り付けますが、位置がいまいち決まりません。マスキングテープで仮止めをし、ボディとの干渉を確認します。ダッシュボードの、下側、コントロールパネルあたりが、干渉するようなので、少し削りました。接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。2021年6月現在、登録者数が180人を超えました。登録者数が100人を超えているチャンネルは 40% ほどしかないそうです。ご登録いただいた方は本当にありがとうございます。次回で完成となりますので、引き続きよろしくお願いいたします。